足元ですが拳2個ちょっとありますね。でシートの下に足も入りますので、これは長距離でも楽ですね。で後ろのシートの背もたれは起きてますので、より長距離で、楽だと思います。でヘッドレストね、非常にクッションが柔らかくて、これは首を預けて気持ちいいですね。で横のスペースも十分で、快適です。ヘッドクリアランスですが、これはパナロミックサンルーフがついてますので2までいかないかな、2弱 1.78 ぐらいの感じかな。荷室はかなり広いですね。でこの下もかなり大きな空間があります。でリアシートはこのレバーでワンタッチね。でシートが助手席が前に出ましたね。フルフラットにはなりませんがかなり大きな荷物が積めます。今日は新型 GLC220D、これは A-SAS と U&WS がついている仕様です。このインプレッションをお届けします。まずはコンフォート性能、ここ道が荒れてますが静かですね。これE クラスでもうるさいんですよね。で感覚的にはもう S クラス並みの静寂性、遮音がやられてると思いますね。で乗り心地もね、コンフォートしてるとものすごくいいですね。本当にしなやかですね。で今の大きな段差の一発でね、スッとこう収束すると、タイヤノイズとかもすごく抑えられててあまり聞こえませんね。普通はゴーって言うんですよね。で僕のチャンネルいろいろ見てくれてる方は分かると思いますが、ここはねもう高級車でも路面がものすごく荒れてるんでうるさいんですよね。で声が聞こえにくくなる、そういう路面で、こんなに静かです。すごいね。でシートもね、僕はW204、W205 の C クラス乗り継いでましたが、いやすごく出来がいい。当たりもね、ドイツ車のシートって硬かったんだけど少し柔らかくなって当たりも体に優しくなってます。なおかつ腰はしっかりありますね。クッションの厚みとかね。でシートの取り付け剛性も高いで、何よりもW205 でちょっとヘッドレストが前に出てね、首の悪い僕で、痛くはならないけども長時間はやっぱ首に負担感があったんですよね。でそれがねW204 の時に戻った。これだともう長時間乗っても首が痛くなったりすることは、首が凝ったりとかね、そういうのはね最小限に抑えられると思います。でインテリアの質感もものすごく高いですよね。この木目とアルミのこのデザインとか質感たまらないね。夜がまた綺麗なんだろうねこれ。エクステリアインテリアの質感も非常に、高いし、乗り心地もいいし静かだし、で左足のフットレストの置くスペースも広いですね。前はね少し狭かったんですが広いので、これだと長時間でも左足の裏が痛くなるようなことはないですね。でシートのホールド性もいいですね。ものすごくレベル高いですね。あとちょっとメーターが液晶パネルが90度になってるんで、もう少しちょっとこう角度つけてもらった方が見やすいかなと思
思いますね。それぐらいかな。から以前の GLC よりもコンフォート性能は2ランクぐらい上がってる感じがしますね。からこの乗り心地はもう E クラスの乗り心地ですよね。静かさとかね。で今の E クラスよりもこっちの方が静かですね。だから値段も100万上がったけども、僕がGLC が最初に出た時見たら700スタートぐらいでしたからね。それ考えたらもう120万上がってるのかな、素で。かなりの値上げになってますが、でオプションつけるともう900万の車になっちゃいましたけどね。だけど値段に、見合う、ちょっと悔しいけどね、値段に見合うクオリティはありますね。これだと長距離走ってもね、極めて疲れが少ないと思います。もともとメルセデスの特徴はね、疲れが少ないっていうことなんですよね。で何がいいかというと、やはり路面とタイヤの設置変化を極めて抑えてて、フラットライドに極めて、近い車の動きをする、そういうことがやっぱり疲れを少なくしてるんだと思います。これがメルセデスの魅力ですよね。そうだ、スポーツにしてみよう。今スポーツにしてみましたが、スポーツでも乗り心地いいですね。電制御だからストレートはね、まっすぐ走ってるとやっぱり乗り心地はいい状態に保ちますからね。でコーナーは全然違いますよね。これだとスポーツでも乗り心地いいですね。少し硬くなってますが、ゆっくりしてるともうほとんどそれを感じさせないんじゃないかな。ステアリング形状ですけどね、10時10分のところは親指をね、置けるスペースがあって、これだと長時間乗っても手の作りは少ない。ただね、以前よりもちょっと楕円形になりましたね。もっと丸かったんだけど、ステアリングが前よりも、僕の乗ってた205よりも楕円形になりましたね。だからここで押せるとちょっと硬いのでね、しっかり厚みのあるパッドは履いてるが、やっぱ楕円形でなると、ここがもうちょっと角度をね丸くしてもらった方が手のひらのね疲れが少なくなるので、前の方が良かったなと思います。でこの10時10分のところに置いてればそれはそんなに感じない。でもやっぱりここはね、前よりもやっぱちょっと圧が上がってる感じがします。でもう一回コンフォートに戻して急速オートいきます。でこれディーゼルにモーターがついてますので ISG が変速をね、最近はそのモーターがサポートしてね、変速ショックをもう極めて、なくす方向の制御ものすごくよくできてます。で乗ってみるとやっぱりね、普通に走ってるとね、変速ショックはもうないと言っていいぐらいもう感じませんね。コンフォートで走ってるといつ変速してるのかわからないぐらいの感じですね。もう、今ちょっと変わりましたけど、でもショックはね全然ないんですよね。極めてスムーズな急速オートですね。で少し、マニュアルにしてみます。で落としましたけども、音はね大きくなるけども、変速ショックはねもうほとんどないんですよね。で今シュートアップ、もうシュートアップももう全くないね、変速ショックだから本当にものすごく極めてスムーズな急速オートですね。で今スポーツモードなので変速スピード
これもスポーツドライブをね楽しめる変速スピードがあります。ただ変速ショックを少なくするために、今例えばシートダウンなんかだとこう穏やかにこうつなぐっていうところがあるので、その時は少し変速スピードが遅くなりますね。だから快適性を重視してますよね、ものすごく。今 U ターンしましたがね、いや4WS が威力を発揮しましたね。こういう時便利いいね、小回りが効いて大きな車なのに。で今ねスポーツでオートで走ってます。ちょっとアクセルをわざと踏み込んでますね。まあ思いっきり踏み込むとさすがにシートダウンの変速ショックはありますが、それでもすごく少ないですね、以前と比べたらね。でちょっとハーフぐらいだともうほとんど変速ショックを感じることはないですね。ちょっと今わざとね意地悪な変速を今しましたが、それでも回転がピタッと合わせられて変速ショックは非常に少ないですね。いやこれはもうまあ僕の 330IM スポーツの8速オートよりもさらにスムーズになってますね。だからまあ変速ショックは、スポーツドライビングができる変速スピードがありますが、優先順位はもうショックをもう極力感じさせないようにスムーズにつなぐということを最優先にしている急速オートですね。いや素晴らしいね。ボディ構成はこれ確かねW205 の時新設計の写真になって、それをさらに熟成を進めたんだと思うんですが、さらにねボディ構成上がってます。より曲げ構成ねじり構成とも上がってると思いますね。で通常ねボディ構成っていうのは空間が広くなればなるほど低くなるんですね。だから通常はクーペが一番ボディ構成が高い構造なんですね。その次が4ドアセダン、そしてワゴンで SUV、ミニバンが一番ボディ構成が低くなるんですね。でドイツ車なんかはセダンよりもワゴンになるとだいたい5、60キロ重くなって後ろにものすごく補強が入ってますね。そういうことで SUV っていうのはボディ構成を出すにはかなりの重量増が免れないんですが、これはね非常に高いボディ構成があって、もう振動もね抑えられてる、そういう超光合成っていうのかな。でボディ構成があると振動も減るんですね。特に低い周波数のところがね、高いところは残るけども、でこれは本当にね振動もものすごく低くなってる。だからそれぐらい超ボディ構成だからものすごく高いので、道が荒れてもうねってもサスペンションだけがこうストロークするような感じを味わうことができます。だからねこれパワーになってものすごく余裕があって、もう見知りともびくともしないって感じですね。